皆様こんにちは、みえちゃんです。今日もよろしくお願いします。皆さんね、この前のエイトジャムのね、話題で盛り上がってますね。はい。なのでね、そちらは皆さんにお任せして、今日はね、風さんのね、曲の中で、これもう本当に大好きな曲、特にないについての、まあ例によってね、好き勝手な解釈をまたやっていきますので、よろしかったらお付き合いください。ねえ、日産ライブでもね、寝転がってのね、ゴロゴロシーン、ねえ、天然風さん、記憶に新しいですけども、あのね、この曲はね、初めて聞いた途端に、あれ、自分のことを歌ってくれてるなんてね、感じたんですね。私のね、生き方そのものでもあるんですよ。ねえ、まずね、特にない、望みなどない、私期待せずに歩く、なんてね、まさに毎日の私です。何にも欲しくないしね、夢も希望もないんですよ。他から見たらすごく悲惨に見える人生なんですけど。今日はね、何もないからね、これ出したんだけどね、あの、野菜、豆苗ね、これ。あの、こっちはね、もう3回目。野菜高いからね。うん、まあね、今日はこんなセットで我慢してください。さっきの話ですけど、何にもね、誰にも期待しないしね、もうやる気なくてね、ついでに家事もね、仕事も YouTube もダラダラと、はい。けれどもね、全て与えられていて幸せなんですよ。まああんまりね、自分が幸せって言うとね、今苦しい人には本当に申し訳ないからね、そういう人たちのためにね、今日は発信します。まあ苦しい人もね、私と同じようにすれば100%幸せになりますよ。大丈夫なんですよ。もうね、やる気ないのにね、なんででしょうね。それはね、これからわかります。逆にね、私と同じようにね、そんな風にこの歌詞と自分が同じだと感じた人はね、多分今とっても幸せな人だと思うんですよ。うん。なぜならね、その理由というのは、なんとこの曲にはね、主導権を握る自分がいないからなんですよ。うん、そうなんですよ。もう自分がいなければね、幸せになるんですよ。ね、歌詞見てきますね。特にない、願いなどない、私身を任してる。ね、ほら自分がどこにもいないんですよ。空っぽなんです。もう何かにね、身を任しちゃってんですよ。無我なんです。このね、何かに身を任せる、この何かっていうのは、言うまでもなくね、カズさんの場合はハイヤーセルフね、シンガーって言ってもいいですね。もうとっても満たされた幸せな人の歌なんですよ。で、風さんはね、控えめに、これは樽を知るだってね、老子のね、だと言ってるんですけれども、それだけじゃなくてね、これはもう風さんの生き方の土台そのものなんですね。無我なんですよ。自分なんかいないんです。自分がいないっていうのはね、まあそれは悟りでね体感しないとはっきりわからないんですけれども、まあそれは今は置いといてね、頭で理解してもいいんですよ。自分と思っているものはこの体とね脳の中にある記憶とか知識だけなんですね。自分というものはどこ探してもないんですよ。自分っていうね感覚があるだけで、これが自分だってね限定できるものはないんですね。不思議なんですけど、一度探してみてください。よく考えるとね、体は自分じゃないんですね。手がなくても足がなくても自分っていう感覚はあるでしょ。脳がね自分だっていう人もいますけど、脳はね電気信号の伝達装置に過ぎないのはね、最新科学でもう証明されちゃったのね。でついでにね、人間には自由意志がないっていうことはね、
生物学者のねリベットだったかな、リベットさんっていう人の実験で証明されてるんですよ。体が自分じゃない証拠っていうのは、ほら例えば自分の意思で思い通りにならないですよね。病気になる時はね、意思と関係なく病気になっちゃうのね。でリベットさんの実験ではね、脳が命令して手足が動くまでに脳はねすでにもうどこかから命令を受けてるそうなんですよ。不思議だね。心臓やね呼吸も勝手に動いてますよね。はい。自分って何でしょう。どこにいるんでしょう。探すとね自分が消えちゃうんですよ。自分がどこにいるかね探してみてくださいね。もういないんですよ、どこにも。このね自分があるっていう感覚だけがあるんですね。それから暑いとか寒いとかのね感覚があるだけなんで、それはねお釈迦様とか偉い大昔のねヒンズー教のお坊さんがもうすでに言ってることなんですね。でそれに科学がやっと最近になって追いついたっていうことなんです。もう無我なんですよ。みんな本当は無我なんだけど、自分があると思い込んでて気づかないんですね。そのねありもしない自分に奉仕することで普通は一生終わっちゃうんです。自分に奉仕する状態っていうのはね、一言で言うとね我欲で生きるってことですね。自我が喜ぶ生き方ね。だからねそれが歌詞にありますね。見返り求めるからいつも傷ついて終わる。ね、ほらこれが我欲で生きてるサンプルその1ね。見返りね、ギブアンドテイクね。例えば彼女にこんなに貢いだのに他の男と逃げちゃったとかね。神社にあんなにねお賽銭あげたのにねちっともご利益なかったとかね、そんな感じ。金貸したのに俺をバカにするとかね。可愛がって育てたらこんなに反抗児になっちゃったとかね。満ちていくにもありましたよね。愛されるために愛する悲劇なんてね、あれですね。お姉ちゃんにね振られちゃってもさらっと流してね、次へ流れていくね寅さんみたいのがねかっこいいんですが、まあね今そういう男らしい人ねいてほしいね。ね、それで我欲サンプルねその2がご褒美欲しがるからいつも腹が減ってるね。なんか例えばコンテストにね入賞するとか成績一番になったら何か買ってくれるとかね。この世はね比べっこに満ちてますね。でなんか賞をもらったら今度はね次の準備で忙しくってもう常に追い立てられてならなきゃなんないでしょ。もう常にね人との比較で生きてる。あんなに尽くしたのに感謝されないとかね。実にね気の毒な人生になるんですけれども、自我にとってはたまらないんですよ。自我はね人に褒められるのが大好きなんですよ。でけなされると怒るんです。だからね苦しみもたくさんあるってことですね。でね次にね英語の歌詞が出てきますよね。これがね実にね重要なパートなんですね。My heart is saying I'm not caring no more。 私の心はねもう何も気にしないって言ってるね。自分がないとね褒められようがけなされようが関係なくなっちゃうからね、もう何も気にしないね。自分がなければ評価のしようがないでしょ。自分を立てるから他人の目が気になる、それだけのことなんですね。Somebody slap my ass and let me go。 ねえ誰か私のお尻を叩いて私を動かしてねえ、もう大いなる存在に任せきっちゃってるからお尻叩かれないと動けないんだね。もう私がね掃除機を出す時みたいだね。I used to dance but I'm losing my beat。 ねえ以前は踊ってたけどもうワクワクリズムはなくしてしまった。 And now I lost my feet。 今じゃ足さえないとねえ。これはねちょっと深いんですけどね、
悟った後に時々起こるんですけど、自分がないと分かるのが悟りなんですが、自分がないからもう自分のために努力しなくなっちゃうんですね。何かになろうというね、欲がなくなっちゃうことがあるんですね。まあ一時的なんですけどね。でここでダンスっていうのはね、まあいろんな活動ですね。趣味かもしれないし、なんかの集まりかもしれないし、まあアクティビティっていう英語ありますけど、まあそういうことをしなくなったと。ワクワクすることでね、自分を刺激する必要がなくなったっていうことですね。そのままでもう全部 OK っていうことが分かってしまったから、自分をねよく見せる必要もないし、あちこち行く必要もないと。あと何が起きてもねジタバタしないってことですね。そしてね、足さえなくなったっていうのはもう完全に天にお任せ状態になったっていうことですね。自分の足で全てを行うことをなくしてね、自分の足でなくハイヤーセルフ、ね、宇宙、神が神、まあ何でもいいですけどね、仏とかね、そういうのに委ねてるんですね。自分は何もしない。これはね、昔のね禅の偉い坊さんで道元さんっていう人がいるんですけど、まあ禅はねこの人なくしてはありえないぐらいもう超有名なお坊さんなんですね。でその人の言ってることと同じなんですね。道元さんはね正法現像、正法かな、正法現像っていうね恐れ多い本を書いてるんですけど、その中でね生死の中に仏あれば生死なしって言ってるんですね。生死っていうのは生死と書いてまあ人生の苦しみですね。で私はこの本をね、まあ時々原点に帰るために読み返してるんですけど、その中にねこういう美しい文章があるんですよ。短いから読みますね。ただ我が身をも心をも放ち忘れて、仏、仏でもいいですね、仏の家に投げ入れて、仏の肩より行われて、これに従いもてゆくとき、力をも入れず、心をも費やさずして、生死を離れ仏となる。ねえ、言葉はね、昔のだから難しく聞こえちゃうけどね、こういうことなんですよ。自分の身も心も全て手放してね、仏の方より、仏の方からという意味ですね。仏のその前に仏の家に投げ入れて、仏の家っていうのはまあ宇宙の手に全て任せてっていうことですね。そして宇宙の方から全てが行われるようにして、それが仏の方より行われてですね。そしてこれに従いもていくとき、それに従っていけば、力をも入れず、もう何の力も入れず、心をも費やさずして、何の努力もしなくても、生死を離れ仏となる。人生の苦しみを離れて仏となる。まあ自分自身が宇宙そのものと一体になって生きていけるよって言ってるんですね。これなんですよ。これがね、まあ禅のね真髄っていうかね、まああらゆるまともな教えが言ってきたことなんです。もうヒンズー教でもキリスト教でもみんな同じです。これだけなんですよ。それなのに余計なことばっかりしてね苦しんでんですね。セミナー行ったりね、ハウツー本買ったりするでしょね。右往左往してるんですけど、人間が幸せになれる方法がもうここにちゃんとシンプルにあるのに、みんなそれをねなかなかしないんですね。これだけやれば 100% 幸せになるんですよ。だからやってね自分を捨ててね、任せてね、本当に幸せになるからね。英語の歌詞続きますね。 Somebody bring back to me that love and just let me be。 ねえ、誰か愛を私に戻して、そして私をあるがままでいさせてって言ってるんですね。愛っていうのはね、もちろんハイヤーセルフ、まあ神様でもいいし宇宙の愛ですね。
それがあればあるがままで生きていかれるんですね。クリシュナムーティもね、自分がない時ね、自分が空っぽの時、計り知れない存在ね、まあこれ神って言ってもいいですね、それが現れるよって言ってるんです。こっちからその存在に行くことはできないんですね。道元さんもね、仏の方からって言ってますよね。こっちが空っぽになった時に向こうからやってくると。どんなに望んでもこちらから行くことはできないんですよ。その望む心自体がなくならないとダメなんですね。望む心ね、つまり自分をなくせばあっちから助けが来るんですよ。ねえ、最後のパートは特にない、定めなどない、私とらわれず歩く、特にない、渇きなどない、私満たされてる。ねえ、もう定めなんかないから、もうそのまんまお任せで水が流れるように生きられるんですよ。もう方向はお任せですよ。運命とか予言なんかないです。もうすべて宇宙のその瞬間その場の活動があるだけなんですね。だから自分がなければもう常に満たされるんで、余分なものはね欲しくなくなっちゃうんですね。だから例えば藤井風グッズをね2つも3つも買ったりしなくてもねこの前コメントでね、ウィンディーちゃんかわいいからどこで売ってるのか教えてくださいなんてね言われたんでね教えたんですけど、もう残念ながらね今売り切れでね、気の毒なんだけどね、私もねこの前カレー2つ買ったからね言う資格ないかもだけど、まあ1つ食べたんで1つはね誕生日に食べようと思って取ってあるんですけどね、まあカレーの誕生日っていうのもどうかなと思いますけど、はい。だからね買い占めとかね他の人に譲らないとかね強欲なんですね。まあそういうのはね一番宇宙に嫌われちゃうんですよ。昔ねオイルショックとかなんかでねトイレットペーパー騒ぎの時ね、まあなんかそういう人いっぱいいたな最近ではねお米の不足とかもねあったよね。なくなったらもうお餅でもねパンでも食べればいいやと思ってたからね、そしたらね友達がお米たくさん送ってくれてね、全然困らなかったんですけどありがたかったですよ。だから望まなければねもういつでも与えられるっていうかね、自分がもうなければね何をやってもうまくいくんですよ。だから任せてください宇宙に。はい、実際やってみてください。もうね自分がないものと思って全てを自分がやっているっていうのではなくてね、宇宙が自分を動かしてるんだとお任せするんですよ。もうこれだけなんですよ。もう 100% 幸せになりますから。ところでね、人間の幸せって何だと思いますか？なんかそんな歌があったよね私はねこう思うんですよ。本当の幸せっていうのは毎晩何にも心配しないでお布団へ入ってぐっすり眠ってね、で翌朝生まれ変わったようにですよ起きて、もう昨日の私はもういらない、だから生まれ変わったようにフレッシュな一日を送る、これがね幸せだということだと私は思ってるんですね。はい。皆さんの幸せって何でしょうかね。今度聞かせてくださいね。はい。それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。長い間ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。